皆様こんにちは。今日はお酒のお話の中で醸造酒と蒸留酒という2つのお酒のお話をしたいと思います。醸造酒と蒸留酒、非常に似ていますが全く違うお酒です。醸造酒というのはビール、ワイン、日本酒、こういうお酒です。蒸留酒というのはウイスキー、ブランデー、ウォッカ、ジン、こういったものが蒸留酒と呼ばれるお酒なんですね。皆さんこの違いはお分かりになりますか？一番大きいのはアルコール度数の違いなんですね。醸造酒というのはまあ言っても 20% までしかアルコール度数は上がりません。ところが蒸留酒というのは一番高いのどれぐらいあると思います？ 96% というのがあります。でも通常はそんな高いお酒は飲めないので、アルコール度数が高すぎると口の中に入れたらもう焼けるように痛いので、通常は 40% ぐらいまで落としています。焼酎なんかですと 20% とかもありますよね。20度だと、じゃあ醸造酒である日本酒とアルコール度数がほとんど変わらないわけです。でも味わいは全然違うんです。これはなぜか。それは蒸留酒というのは醸造酒をベースに作ったもので、エキス分を全く含まないお酒が蒸留酒だからなんですね。エキス分というのは、例えば甘みであったり酸味であったり、そういった味わいの成分が多く含まれます。こういうものが全く含まれないお酒が蒸留酒ということを考えると、非常にピュアなお酒だということが言えますよね。例えばウォッカを考えてみましょう。ウォッカというのは無色透明です。何も色はついていません。ところがウイスキーとかブランデーというのはちょっと色がついていますよね。あれはオークダルというカシの木、奈良で作られた、水奈良で作られた樽の中で熟成させることによって木の成分が溶け出して色とか香りになっているので、その分でいうとちょっと味が加わっているということになりますが、ウォッカを例にとれば非常にシンプルでピュアなお酒になるということになります。アルコール度数が非常に高い。ですので、栓を開けてもしばらくほったらかしにして、栓さえ閉めておけばですけれども、常温で置いておいてもそんなに極端に味が変わるということはありません。ところが醸造酒というのはアルコール度数が低くてエキス分がたっぷりあるので、開栓をして一度栓を開けてしまうと、いくら栓を元に戻してもやっぱり1週間から10日ぐらいである程度味が変わっていってしまうんですね。ですのでウイスキーとか焼酎のボトルキープっていうのは聞いたことがおありだと思いますが、ワインとか日本酒のボトルキープってあんまり聞かないですよね。あまり長くは置けないので、そのだけ早く飲んでもらいたいということからボトルキープっていうのは基本的にできないというのが醸造酒になります。で、味わいは醸造酒の方が豊かなボリューム感であるとか豊かな味わいを表現できるので、蒸留酒よりももっと複雑です。複雑であるがゆえに、そのいろいろな味わいをいろいろなシチュエーションで楽しむことができるということでもあります。例えばお料理を考えてみたときに、いろいろなお料理にいろんなフレーバーがあります。味もあります。そういったものにどんなお酒を合わせていくのかということを考えるときに、蒸留酒よりも醸造酒の方が面白いんですね。合わせるときにいろいろな醍醐味があります。相性が良かったり、あまり良くなかったり、いろいろいいこともあるでしょうし、失敗もあるでしょう。でもそれがお酒とお料理が一緒に過ごすひとときの楽しみでもあるわけですよね。そういった楽しみを見つけるときに、蒸留酒と醸造酒というのは違うんだということをちょっと頭の中に入れておいていただいて、お酒を楽しんでいただければと思います。